ベヨネッタらしさってなんだろうなっていうところから紐解いていったんですけど、やっぱりみんな思ってることがバラバラで、好きだからこそ、シリーズの持ち味っていうのを生かして、最大限進化させるっていうことができるんじゃないかなと。ベヨネッタシリーズでプラチナゲームズとしてもその代表格なので妥協するわけには絶対にいかない。ベヨネッタってその正確に作ればいいというゲームではなくて、やっぱりそのパッション、立ち上げの経緯実はあんまり正確に覚えてなくて、ワンツーってやってきて、当然シリーズ続けていきたいなっていう思いがあって、で、自然と3はやりたいよねっていう話になって、パートナーであるその任天堂さんの方に話を持っていく前に、我々の方でどういうものにしたいのかっていうのを少しずつ考え始めたっていうような流れだったと記憶しています。今思えばだいぶ初期の段階からなんとなくベヨネッタのその筋書きっていうのができてきて、破滅っていうキーワードをベースにロゴにこう3の形にひびが入ったデザインっていうのを作ってたと思います。最初神井さんから直接、ディレクターをやってみないかということで声をかけていただいたんですけども、その言葉をいただいた時に、正直言いますとすごく複雑な気持ちになりました。ベヨネッタっていう作品ってワンツーと続けて歴史があって一定のファンもついていますし、作品の大きさみたいなところでプレッシャーに感じることもありました。宮田とは以前のプロジェクトから長く一緒に仕事をしていて、処理能力が高くて、仕事もすごく正確で品質も高いっていうのは分かっていて、信じられる人間だなと思ったので、任せるには適任じゃないかと。はいやりますっていう二つ返事ではなく、腕組んでって目の前でうなってたような記憶がありますね。僕がディレクターとして立ってるけど、現場にガンガン神谷さんが来て、ああだこうだ現場に口出しするんじゃないかなみたいなところをすごく実は心配してるんですっていうのも本当に赤裸々にその場で神谷さん自身に言ったのを記憶してます。今回ディレクターをやってくれないかってお願いした時にそこ一番心配してたみたいで、実際神谷さんがどれくらいかかってくるんだっていう、当然それはね口出しなんかもううるさいんでされたくないでしょうしっていう、僕も極力したくないと思いながら、とはいえユーザーのためにここはこうした方がいいっていうアドバイスは最低限した方がいいだろうか、これはしない方がいいだろうかとか、いろんな迷いがありながら宮田が現場でバリバリやってくれたらいいと思ってるんだっていうふうに言ってくださったので、この間もそんなに俺口出ししなかったよねって言ったら、宮田はいや思ったより口出ししてきましたっていう話で、あの時神谷さんが言ってたことは半分嘘だったなっていうふうに思っていますね。なんだかんだで現場に来てはああだこうだ、言っておられてはいたので、その都度宮田と神谷さんで激論を交わしながら、今思うとそういったやり取りも楽しかったですし、そのゲームにとってもプラスに働いたので、最終的には良かったのかなというふうに思うようにしてます。もともとベヨネッタシリーズは僕自身ファンとしていたっていうところもあったんですけど、好きだからこそシリーズの持ち味っていうのを生かして、最大限進化させるっていうことができるんじゃないかなと思ってチャレンジさせてもらいました。彼を一言で表すと頑張り屋さんな何でも屋さんみたいな、そんなプロデューサーですね。ムードメーカー的な役割もこの、ベヨネッタ3のチームの中では担っていました。宮田さんはそうですね、そのベヨネッタの魅力を最大限生かしていくっていうところにおいてものすごくストイックなディレクターだったなというふうに感じてます。かなり細かいところまでしっかりチェックしてベヨネッタ3っていうのがどういう作品になっていくのかっていうのを、自分自身納得いくところまでしっかり見届けるっていう、すごくそのクオリティの牽引の部分について僕はすごい安心して任せられるなというふうに思いましたし、宮田さんに任せていたらクオリティは最高になっていくだろうっていうのを確信できたかなというふうに思ってます。割とそのゲームのそのクオリティにおいては、彼が直接ああだこうだと口出しすることはもう全くなかったです。今回のプロデューサーとしての動き方としては、宮田さんを最大限
生かすというか、宮田さんの力が最大限発揮できる、環境づくりとか、フィールドっていうのを作っていけるように動くのに全力を注いだっていう。誰に見せても恥じないようなそういったクオリティに引き上げるよう努力しました。逆に言うとそのゲームの中身以外のコストであったり人選だったり、そういうありとあらゆる部分ではめちゃくちゃ迷惑かけたと思うんですけど、そういうところはもう彼におんぶに抱っこ状態だったんで。ベヨネッタのゲームって遊園地の乗り物で例えるなら、ジェットコースターに該当するんですよ。急に直角行でグワーって滑り落とされたと思ったら気づいたら高いところに引き上げられて、でまた急降下で落とされるのかなと思ったら今度はぐる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 ツイストされるみたいな、そういう目まぐるしい展開みたいなのがそのゲームの中において繰り広げられるっていうのがそのベヨネッタの良さであったりするので、我々はそれをクライマックスアクションと呼んでるんですけど、改めて研究し直して今までのベヨネッタ以上にベヨネッタらしいゲームに仕上がってるのかなと思います。このベヨネッタっていう作品は、アクションの爽快感であったり手触り感だったりっていうところがすごく大事なものになりますし、それ自体はもちろん継承しています。それ以外のベヨネッタらしさといいますか売りみたいなところとして大事にしたのがベヨネッタの独特のテンションであったり独特のノリみたいなところを意識して制作しましたね。ベヨネッタって正確に作ればいいというゲームではなくて、どのプロジェクトもそうなんですけど、特にベヨネッタの場合は尖ったパッションみたいなその制作者のそういう情熱みたいなものをにじませる、でそれをユーザーに伝えるっていうのが非常に重要な大切なプロジェクトだと思ってるので、ベヨネッタらしさってなんだろうなっていうところから紐解いていったんですけど、やっぱりみんな思ってることがバラバラで、自分自身もその確固たるこれだっていうのを、なかなか見出せないかったんですね。チームメンバー内外構わず聞いて回ったんですよ。ベヨネッタって言われて、何を想像しますかって。そしたら割とその意見の中で多かったのが、なんか気づいたら踊っているのがベヨネッタみたいな、そういった意見がすごく多かったんですよね。神谷さんはそんなダンスしてないだろうって言ってはいましたけど、単純にその敵を倒せばいい、倒すために戦うんだではなくて、美学を持って戦っている、美しく戦う、勝てばいいじゃないっていう、どう勝つかっていうのが問題だっていう、そういう観点で作っていった時に、やっぱ女性がエレガントに舞うように戦う仕草で、さらにはもっと言えばもう踊ってしまえというような発想になっていったんだろうなと、当時の自分を今思い返してるんですけど。ダンスっていうテーマが決まってから結構大変で、アニメーターの山口さんのところに行ってダンスしながら、舞うように敵を倒していきたいと、ダンスとこの格闘っていうのを、融合させたい。僕が1から3まで全部ベヨネッタ携わってるんですけれども、一貫してベヨネッタのアニメーションでこだわってる部分っていうのは、主人公が美しい魔女っていうところがあるので、まずその魔女の魅力っていうのを最大限に引き出す、美しくさらに力強いっていうところですよね。この2つを兼ね備えた動きっていうところを実現できるようにアニメーション制作をしています。今作に関してはそのダンス自体が攻撃になっているっていう形でディレクションを受けて、なので基本的にはダンスをもとに実際の格闘技というよりはダンスの中にしっかりとした打撃感っていうものが発生するように制作を進めています。ただやっぱりやってみるとすごく大変で、ダンスと格闘をうまくミックスさせて成立させるっていうところを完成させるのに、約1年ぐらい、ベヨネッタのこの4丁拳銃のモーションっていうのは触り続けていたのを記憶してます。ここまでやったらダンスじゃなくて攻撃になっちゃうとか、これをやってしまうとそのアクションゲームに一番大事なその打撃感がなくて、なんかスカーッと動いているように見えてしまうっていうところが非常に難易度が高くて、かなり時間がかかりましたね。その一番いいポイントっていうところを探していく。ただ、最終的に出来上がったものとしてはかなりユニークな
他にないようなものになった面白い、かつ、打撃感もしっかりあるといったものができたんじゃないかなというふうには思ってます。ぜひ皆さん触って、舞うように戦っているベヨネッタを、体験していただきたいなというふうに思います。今回新しいゲームシステムにあるデーモンスレイブっていうのは、我々ゲームデザイナーっていうのはずっとゲームを作って考えていく中でやっぱりその時に実現できないアイデアっていうのは別のプロジェクトの時に役立つかもしれないっていうのでストックしてたりするんですけど、巨大な魔獣を操るっていうのはベヨネッタの世界観にも新しい遊びとしてもマッチするんじゃないかなっていうことで、それもだいぶ初期の草案書の段階から書いてましたね。今作は、今まで登場していた、大魔獣をリアルタイムにダイナミックに、操作して迫力のある、ゲームを作り上げていくっていうところを、念頭に置いて、制作していきました。いつでもどこでも魔獣が出せる、そして元々のプレイヤーであるベヨネッタと交代ができるっていう仕様に落ち着けたんですけれども、もともとこのベヨネッタというシリーズなんですけども、脳髄直結型の、アクションゲームとしてもうすでに成立しているんですね。そんな成立しているゲームの中に、こういう新たなピラーとなるデーモンスレイブというアクションを、組み込んでゲームサイクルを成立させるっていうところはチャレンジングではありましたし、成立すればこのゲーム唯一無二なゲームになるだろうなっていうふうに、確信を持って、進めていました。魔獣の重さ、巨大さ、凶暴さっていうのを大事にしながら、ユーザーが触った時に先ほどのベヨネッタのレスポンスの良さと違和感のない形に落とし込む、そこのやはりアクションゲームとしての手触り感っていうところを、しっかりと達成できるように調整をかけています。ベヨネッタが魔獣に対して指示出しをするっていうアクションなんですけど、イルカショーでお姉さんがイルカに対して笛をピッて鳴らしながらビャッて指示出しをする、ああいうイメージだったんですね。でそこにこのダンスっていうのを組み合わせればよりユニークで、面白いものに仕上がるんじゃないかなっていうところで、デーモンスレイブしてる時もダンスするっていうのはあれ確か宮田が言い始めたんですよね。でいやさすがにそのダンスってベヨネッタのその重要な要素の一つであるけど、戦ってる最中に踊りっぱなしになるのどうなんて思ってたんですけど、なんか宮田がやるって言ってるんで、どうなるかとりあえず見とこうかと思ったんですけど、より素晴らしいベヨネッタになったんじゃないですかね。で魔獣もやっぱり緻密に作らなきゃいけないので作業の分量も増えますし、だいたい現実的に5種類ぐらいってところかねみたいなこと言ったら、いや全然それじゃ足りないですっていう、もうそれの倍入れたいみたいなことを彼はずっと最初の頃から主張していて、主張するのは自由なんで、そうは言っても入らないだろうなとか、少しずつ落としどころを探っていくんだろうかと思ってたんですけど、結果的にはその倍以上入ってるんで、よう入れたなっていう。ベヨネッタという作品を包んでいるのが割とおバカなテンションといいますか、おバカなノリみたいなのがすごく強くあって、そこって割とこのベヨネッタの隠れた魅力だなというふうに宮田自身思ったので、今回も 120% おバカなノリっていうのはエッセンスとしてどんどん取り入れていきましたし、今までの作品を愛してくださっている、そういったユーザーの方々も納得できる仕上がりになっているのではないでしょうかと。ノリが良かったらゲームってどんどんと厚みを増していって情熱的になっていくっていう。そうだからダンスはもうノリで突っ走ってたし、そうなんですよ。ベヨ3のチームはノリが良かったんだろうなっていう、そこは思いますよね。